ようこそ。案内人の大輔と申します。本日のお話は、流れをそっと守ってくれる神様、市来柴姫の命のお話です。市来柴姫の命は、水のそばや橋のたもとなど、流れが生まれる場所で祀られてきた神様です。もしかしたら、あなたの町のどこかにも、小さな市来島神社が残っているかもしれません。今日はそんな市来柴姫の命の神話をたどっていきます。物語は高間ヶ原から始まります。太陽の神天照大神、その弟スサノオノミコト。二柱の神様の間に疑いが生まれたとき、それを晴らすために行われたのが受け入という儀式でした。受け入では、お互いの持ち物を口に含み、そこから神が生まれる。そんな形で心のあり方を確かめます。この時、スサノオノミコトの持ち物である剣から、二柱の女神が生まれたと語られます。そのうちの一柱が市来柴姫の命でした。二柱は後に宗像三女神として語られていきます。宗像三女神は海の道や航路を見守る神様として語られます。海の道、人が行き交う航路、境目を越える時の不安、そうした場所で人が無事に行き来できるように守る神。この神様は、人の暮らしの中心に立つ存在ではなく、通り道のそばにいる神だったのかもしれません。海と陸の間、川と町の間、橋の上のような、どちらでもない場所。市来柴姫の命は、そうした境界に立つ神として語られてきました。境界は揺れます。人の心も揺れます。だけどこの神は決めません。急がせもしません。ただ、途切れないようにそっと見守る。水は形を決めません。無理に止めれば濁ります。塞げば溢れます。市来柴姫の命が水と結びついて語られてきたのは、感情もまた止めすぎるほど重くなることを知っていたのかもしれません。時代が下ると、市来柴姫の命は弁天様として親しまれていきます。芸事、財、人の縁。それは何かを強く手に入れるためというより、巡りが滞らないように願う信仰だったのかもしれません。流れが止まると、心も暮らしも少しずつ苦しくなる。だから流れを願う。市来柴姫の命を祀る神社は、一つの場所にだけあるわけではありません。川のそば、海の近く、橋のたもと、全国の人が行き交い、気持ちが行き交う場所にそっと残っています。もし今、胸の奥に言葉にならないものが残っていても、それを急いで手放さなくても大丈夫です。流れは止まっていません。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回は熱田神宮、残された剣、戻れなかった英雄、そしてその剣を守った女性のお話をしていきたいと思います。